大英帝国の栄光、俺のプライド、やらせはせん、やらせはせん、やらせはせんぞ。時間を我が手に、ファイレクシアの力でヤルタを操る。どうしたチャーチル、今にも悪事を働きそうな顔をしているが。ジョー、お前の策略は今度こそ俺が封じる。もう一度俺とデュエルだ。外なさらしい。一体なんだ。諸君、待たせたな。シャルル・ド・ゴール、自由フランスの指導者だ。ヤルタにフランスの席をよこせ。ドゴール、君は招待されてないぞ。亡命者がなんだ。俺の相手が務まると思っているのか。ヤルタの戦後レジーム、フランスなしでは成り立たん。俺のグラングリーで不屈のフランス魂を見せる。依頼は認めるが、俺のジンギタクシアスが君の夢を打ち砕くだろう。フランスの時では相手にならん。俺のエベレスが分からせてやる。諸君、落ち着け。ヤルタは団結の場だ。私のズルゴで連合国の力を示そう。未来はここで決まる。フランスの不屈、この統率車線で証明だ。俺のターンからだ。ドロー、大英帝国の栄光、ファイレクシアと共に島をセット、カワンエンドだ。俺のターン、ドロー、血染めのぬかるみをセット起動、くすぶる湿地をタップインして、そのままターン終了だ。私のターン、ドロー。カープルーザンの森をセット。極楽鳥を唱える。これでターン終了だ。私のターン、ドロー。ウィンストンの様子が妙だな。夜更かしでもしたか。勝者の大ベレドをセットし、金属モックスを唱える。機械の母エリシュノーンを刻んだ。セラの後位層を召喚。1ターン目のあいつはヤバすぎる。上々のスタートと言っていいだろう。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。島をセット。精神石を唱える。カワンエンドだ。俺のターン、ドロー。風変わりな果樹園をセット。ラクドスの印鑑を唱える。ターン終了だ。私のターン、ドロー。道路脇の誠意をセット。洞窟探検を唱える。効果でカードを1枚引き、手札から山を戦場に出す。これでターン終了だ。私のターン、ドロー。統率の塔をセット。折り手のティムナを召喚だ。これがアメリカの軍事力か。戦闘だ。セラの後位層でウィンストン。ここはシャルルじゃないのか。フランク。なんだか危険な感じがするからな。戦闘後、ティムナの効果でワンドロー。これでターンエンドだ。俺のターン、ドロー。島をセット。ここで使いたくはないが、仕方ない。賢いなりすましを召喚。セラの後位層のコピーとして場に出る。なるほど。そんな手があるのか。カワンエンドだ。俺のターン、ドロー。沼をセット。俺の統率者エベレスを召喚だ。略奪は得意だ。覚悟しろ。清掃人の才能も唱える。何を清掃するんだろうな。ターン終了だ。私のターン、ドロー。森をセット。オヘルカスレムを召喚だ。とんでもないのだ。ほう、面白くなってきた。これでターン終了だ。私のターン、ドロー。とりあえず魔力のキツを唱える。不気味な雇われ人を召喚だ。戦闘に入る。本当はウィンストンを攻撃したいと思ったが、謎のブロッカーが出てきたのでやり遂げた。セラの後位層で上攻撃だ。これがアメリカの最新鋭機の性能。不気味な雇われ人の効果で宝物トークンを2つ生成。戦闘後、ティムナの効果でワンドロー。あの動きはうさんくさいぞ。手札の質が微妙だ。信仰なき物漁りを唱え、2枚引いて2枚捨て。ヨーグモスの風貌、アーボーをセット。これでターンエンドだ。俺のターン、ドロー。島をセット。俺の統率者ジンギタクシアスを召喚。ファイレクシアの栄光をこの手に。ウィンストンから何かまがまがしい気配を感じる。カワンエンドだ。俺のターン、ドロー。顔壊しのプロを召喚だ。戦闘に入る。エベレスでゴールを攻撃。お前の顔を壊してやる。ここをブロックできない。顔を壊したので宝物トークンを生成。戦闘後マリオネットの見習いを召喚。能力で霊気装置トークンを生成。ターン終了だ。私のターン、ドロー。森をセット。戦闘だ。オヘルカスレムでスターリンを攻撃。話だ。オヘルカスレムの効果で6枚公開し、レナータと森を戦場に出す。あいつ強すぎないか。戦闘後、秘技の印鑑を唱える。これでターン終了だ。私のターン、アップキープに1点ダメージ。ドロー。不気味な雇われ人の能力を起動。セラの後位層になっている賢いなりすましをマイナス1修正。戦闘に入る。セラの後位層で今度こそウィンストンの攻撃だ。セ
セラの後位層でブロック。どうしてもパワーが下がるだけだ。消極策になってしまったが思えない。ウィンストンを放っておくのは危険だ。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。カリスマのボブルヘッドを唱える。ジン・ギタクシアスの効果でワンドロー。島をセット。アジリティのボブルヘッドを唱える。ジン・ギタクシアスの効果でワンドロー。さらに液光の首飾りを唱える。マナが一気に伸びた。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。エベレスの能力を起動して霊気装置を生贄に捧げる。マリオネットの見習いの能力も誘発。清掃人の才能も誘発だ。生成された食物トークンもエベレスの能力で生贄に捧げる。再度マリオネットの見習いの能力が誘発。戦闘に入り顔壊しの黒でチャージ。エベレスでフランクを攻撃だ。ブロックできない。こちらも威迫のブロックはできないぞ。顔を壊したので宝物トークンを2つ生成。戦闘後邪術師を召喚。ターン終了だ。ターン終了時に道路脇の聖を生贄に捧げカードを2枚引く。私のターン。アップキープにヘビトークンを生成だ。ドロー。森をセット。戦闘だ。ヘルカスレムでウィンストン。ブロックはなしだ。ヘルカスレムの効果で6枚公開しロクサーヌと風変わりな果樹園を戦場に出す。やはりあいつ強すぎないか。ロクサーヌが戦場に出たので隕石トークンを生成。邪術師に2点のダメージを与える。お前のデッキにとっては邪魔なクリーチャーだろうな。清掃人の才能が誘発して食物トークンを生成。これでターン終了だ。私のターン。アップキープに1点ダメージ。ドロー。まず戦闘だ。セラの後位層でウィンストンをもうブロックできない。不気味な雇われ人の効果で宝物トークンを2つ生成。戦闘後ティムナの効果でワンドロー。私の統率者嵐崎の鶴号召喚だ。主導権はアメリカが握る。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。ドロー次第ではと思ったが、まず英語での歩みを唱えるぞ。ジン・ギタクシアスの効果でワンドロー。これはまずい。そこにうちにいる獣を差し込むぞ。ジン・ギタクシアスは破壊される。ビーストトークンを生成。精神石を生贄に捧げてワンドロー。ターンエンドで追加ターンに入る。ドロー。ワンドの質に問題発生中だ。島をセット。俺の統率者ジン・ギタクシアスを再召喚だ。バイレクシはなくして大英帝国の栄光なし。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。至高の器を唱える。エベレスの能力を起動して食物トークンを生贄に捧げる。マリオネットの見習いの能力が誘発。黄門下のドラゴンを召喚。マリオネットの見習いの能力が2回誘発。戦闘に入り黄門下のドラゴンでチャージ。エベレスでフランクを攻撃だ。黄門下のドラゴンの能力で宝物トークンを生成。もうブロックできない。ブロックできない。そろそろ苦しいな。顔を壊したので宝物トークンをさらに2つ生成。そのままターン終了だ。私のターン。ドロー。戦闘だ。オヘルカスレムでウィンストン。こちらに来るのか。ブロックはなしだ。オヘルカスレムの効果で6枚公開し感情競争路を場に出す。クリーチャーはなしか。これでターン終了だ。私のターン。アップキープに1点ダメージ。ドロー。古の墳墓をセット。仕掛けるか。悪魔の教師者を唱える。何かをサーチして手札に加える。続けて妖鉄の複製を唱える。対象は不気味な雇われ人。その上から20栄称の魔導士を召喚。対応がなければ無限トークン。俺の対応はなしだ。俺が止めよう。萎縮させる攻め句を唱える。20栄称の魔導士を破壊する。マリオネットの見習いが2回誘発。女王。さすがだ。妖鉄の複製のコピーが対象不適正となる。戦闘に入りセラの後位層でウィンストン。避難は禁物だ。ブロックできない。俺のライフはもう限界だ。不気味な雇われ人の効果で宝物トークンを4つ生成。戦闘後ティムナの効果でワンドロー。ターンエンドだ。不気味な雇われ人のコピーが場を離れるためズルゴの能力が誘発。俺のターン。ドロー。チャーチルは倒れたがここからが問題だな。まずは単液の水源を唱える。出た時の効果でワンドロー。エベレスの能力を起動して単液の水源を生贄に捧げる。墓地に置かれた時の効果でさらにワンドロー。マリオネットの見習いの能力も誘発。エベレスの能力で宝物も生贄に捧げる。マリオネットの見習いの能力が再度誘発。戦闘に入りエベレスで黄門下のドラゴンでドボールを攻撃だ。黄門下のドラゴンの能力で宝物トークンを生成。飛行は止められない。ブロックできない。あと一撃だ。顔を壊したので宝物トークンをさらに2つ生成。戦闘後アスホデルの灰色商人を唱える。マリオネットの見習いの能力も誘発。
灰色商人の効果で5点ずつトレインする。もはやライフで倒すのは難しそうだ。これでターン終了だ。ターン終了時に感情競争路を生贄に捧げ、ワンドロー、私のターン、ドロー、信仰なき物漁りを唱える。2枚引いて、2枚捨てる。続いて、ゴブリンの石を召喚だ。出た時の効果で、魂の大鍋を墓地に置く。戦闘だ。ロクサーヌと生活レムでスターリング。ロクサーヌの攻撃誘発で隕石を生成。隕石の効果でヘビトークンに2点のダメージ。ヘビトークンが死亡したので、清掃人の才能が誘発。食物トークンを1つ生成する。ヘビは戦場の食物だ。覚えておけ。マリオネットの見習いの能力も誘発だ。ブロックはなしだ。ヘルカスレムの効果で6枚公開し、ラムナクの遺跡を場に出す。戦闘号、命運の輪を待機。さすがに4ターン後は絶対ないと思うが、これでターン終了だ。私のターン、アップキープに1点ダメージ。ドロー、かなり厳しい状況だ。墓地の信仰なき物漁りをフラッシュバック、2枚引いて、2枚捨て、観客席をセット、鉄心の火事工を召喚、戦闘に入る。もはやこれかぶる。鉄心の火事工の効果で、不気味な雇われ人の無事に答える。不気味な雇われ人とセラの後位層で、ドゴールを攻撃。不気味な雇われ人のコピーが上に攻撃状態で生成される。灰色商人でブロックだ。不気味な雇われ人をレナータ、セラの後位層をゴブリンの石でブロック。攻撃しているトークンが死亡したので、ズルゴの効果でワンドロー、戦闘後、黄金狂いの三刀流を召喚。こいつをブロッカーとして立たせるしか選択肢がなかった。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。まずは一座の支配人。上位を召喚だ。続けて、ハリアンの魂たちを唱える。ハリアンの魂たちを黄金下のドラゴンに装う。エベレスの能力を起動して、食物を生贄に捧げる。マリオネットの見習いの能力が誘発。エベレスの能力で宝物も生贄に捧げる。マリオネットの見習いの能力が再度誘発。戦闘に入る。エベレスでフラグ。黄金下のドラゴンでドボールを攻撃だ。黄金下のドラゴンの能力で宝物トークンを生成。極楽鳥でブロック。マストブロック、三刀流でブロック。このままターン終了だ。私のターン、アップキープに待機カウンターが1つ減少。ドロー、山をセット。信仰なき物漁りをフラッシュバック。2枚引いて、2枚捨てる。戦闘だ。ヘルカスレムのヒスベルト。ヘルカスレムの効果で6枚公開し、埋没した廃墟を場に出す。あいつ一体でアドトリスにだな。戦闘号、白熱の熟達を唱える。3枚サーチして3枚無作為に捨てる。サクリダイのトリコロールだ。狂気の祭壇が墓地に落ちたので、ゴブリンの義手の能力で隕石を生贄に捧げて狂気の祭壇を場に出す。その後、小型マスティコアを消化。何もなければ無限眼鏡でライブラリーアウトさせる。残念だが、対応できない。俺も対応できない。では、無限眼鏡で君たちのライブラリーはゼロだ。厳密には次のドローまで死なないが、どうする？いや、我々の負けだ。フランスの時に敗れるとは。我らフランスの力を見たか。不当不屈、私がフランスだ。ヒトラーにボコボコにされてた奴らが偉そうに。正直、侮っていた。我々の慢心をついた手腕、見事だ。ファイレクシアの栄光。ひとまずウィンストンには正気を取り戻してもらう必要がありそうだ。彼は何か悪いものでも食べたのか。悪い油なら取った可能性があるな。それなら玉ねぎを食べさせておけば大丈夫だ。彼はオーストリア人ではないからね。君たちには我々の植民地を日本から取り戻すのに協力してもらおう。インドシナはフランスの支配下でこそ輝く。まったく、ドゴール、君の野心には感心するが、インドシナの未来は、君が思うより複雑だよ。複雑？私のような人格者は、困難にある種の魅力を感じるものだ。インドシナはフランスの新たな章の始まりとなる。こいつは、ウィンストン以上に旧世界的人物だが、マダガスカルの知事でもしといてくれないか。何か言ったか、気のせいならいいが。